されども皆さん、本日もお疲れ様です。今日もやっていきますか。少しずつ暑くなってきてますね。そんな日々にこんな立派な牛肉を使ったボロネーゼを作っていこうと思います。我々メンズたちからしたら非常にロマンのあるボロネーゼですよね。焼くだけで十分美味しそうなのに、これを細かくしてパスタのソースにしちまおうってわけですから、なんかワクワクしますよね。やっぱひき肉になった状態と違った魅力がありますよね。ちなみにこれは花正に行ったらなんかアメリカのブランド牛みたいなのが売ってて、この牛肩ロースなんですけど、程よくサシも入ってる見た目してて美味しそうだったんでつい買っちゃいました。もも肉とかよりはこういった肩ロースの方が煮込むのにはいいんじゃなかろうかと。味もよく出ますし。さあ、そんな牛肩ロース、まずは筋と脂、あとは、赤身の部分という形で切り分けていきます。察しのいい方はお気づきかもしれませんが、筋や脂と赤身の部分っていうのは食感が違いますから、切り分けて火入れも別々にすると丁寧ですね。筋や脂はしっかりと炒めるのでちょっと細かめにしておきます。で、赤身の部分は咀嚼を楽しむ、味を楽しむっていう意味もあるので、気持ちだけ大きく、そんなに厳密にはね、しっかりと切り分けなくていいと思いますけど、好みですね。もちろん包丁で手切りしていきます。ミンチにして細かくするっていうのは作業効率的にすごくいいんですけど、ちょっとやっぱペーストっぽくなりすぎちゃうところが、デメリットかなと。デメリットっていうほど悪いことでもないんですけどね、あえて言葉を選ぶならそんな感じです。さて、丁寧に切り分けた肉の次には玉ねぎ。今回のボロネーゼはどっしりとした肉感を楽しみたいので、香味野菜は玉ねぎだけシンプルなものにしておきます。人参やセロリが加わるとよりアロマティックで、香りにね複雑味が出て、それもすごくいいんですけど、どういった楽しみ方をしたいか、それを考えて材料を足したりまたは引いたりするっていうのも重要なんじゃないかなと。玉ねぎで十分力強い根菜の香りっていうのはプラスすることができるので、あとは野菜の甘さ、それ以外はもう肉の素材感というのをしっかりと出せるようにします。で、これも重要ですね。少しだけ塩をして玉ねぎから水分を出しやすくしておいて、旨味を安定させるような、そんなイメージで軽く塩します。玉ねぎが準備できたらトマト、フレッシュトマトです。やっぱりフレッシュトマトにしかないこの新鮮な感じ。ただそのまま加熱して甘みを出すのではなくて、今回はオーブンもしくはトースターに入れて少しローストさせるような、ローストというかセミドライというか、そんなイメージでこれも火を入れます。で、あまり水が出過ぎないように粗めの塩でちょっとそこに油を塗っておくと仕事としては丁寧ですね。バルミューダのオーブンモードでじっくり15分ぐらい、もうちょっとですかね、20分ぐらいローストかけていきます。温度はお好みなんですけど、220度とか200度とかそんなもんで大丈夫です。オーブンモードがなければ普通にパンを焼く、トースター使って香ばしく焼いてもいいかもしれません。さあ、そしたら煮込む用の鍋用意して、そこに丸ごとニンニクだいたい2つとか3つとか、そして弱火のオリーブオイルの中でじっくりとコンフィさせて、でフォークで潰していきます。そうするとね、香りも逃げないので、ぐっと集約されたパワーのあるニンニクの香り楽しめると思います。で、弱火をずっとキープしながら、その傍らですね、ステンレスのフライパン用意して、さっきの油と筋細かく切っておいた牛肩ロース、まずは炒めていきます。中火でじっくりです。油が少し出てきたなあたりで赤身の方も加えましょう。で、あとはもうね、ここからはさらにしっかりと筋や油、
っていうのをね炒めるような感じでソテーしていきます。基本強火よりの中火とかで大丈夫ですかね。こんな感じで香ばしい感じになります。で油がだいぶ出ますね。この油はちょっとね全部ソースにいくと重たくなっちゃうんで一回切っておきましょうか。で丁寧に油切れたらその間に刻んでおいた玉ねぎですね。この玉ねぎも重要な役割があるんでしっかりと鍋底についたうまみ、フランス料理だとシュックっていうんですけど、これを落としていきます。玉ねぎの水分使って。あんまりね火力が強いとシュックをこそぎ落とす前にどんどんまたね焦げてっちゃうんですよ。なので基本的には弱火よりの中火とか、もしくは中火とかそんな感じで炒めていきましょう。玉ねぎも茶色くなってそれぐらいのあたりでさっき油を切っておいた牛肉を戻していきます。で全体にしっかり合わせましょう。それでここで黒胡椒、最初の段階で黒胡椒振ってもいいんですけどね、ちょっと焦げた香りとかも強くなっちゃったりしますから後から振りましょう。そしたら煮込む用の鍋に移していく寸法です。で完全には鍋底のうまみこそげ落とすの難しいかもしれないんで、その場合は最低限の水を加えてこの液体も美味しいんでプラスします。はい。で牛肉と相性のいいナツメグを一振り、あとローリエです。で赤ワインで煮込んでいきましょう。個人的にはやっぱ牛肉と赤ワインのこのコンビネーションっていうのが好きなので、だいたいボロネーゼの時とかは赤ワイン使うんですけど、よりすっきりさせたいっていう方は白ワインもしくは水だけでも大丈夫です。でトースターでローストしておいたトマトですね。水分がだいぶ蒸発して旨味が強くなってるんで、これをしっかりとさっきの牛肉と一緒に煮込んでいきます。トマトエキスがバットに残ってたらちゃんと加えてください。美味しいんでね。油最低限にしておくことは大事ですよね。あんま油ギトギトにすると油だけねバットの底に残っちゃったりするんで。はい。こんな感じで30分から40分煮込んだらいい具合にとろみがついてきましたよね。蜂蜜をプラスして赤ワインの酸味っていうのをより穏やかにして、で甘みプラスすることで牛肉やトマトっていうのがより一層深みが出るというか、そんなイメージで加えてるんで量を気をつけながら味見しましょう。よし。程よく噛み応えもあるけど柔らかい、そんな牛肉の感じになったらバットに引き上げて、この状態でしっかりとラップしておけば 4,5 日はキープできますから、好きなタイミングでパスタソースに使うっていう感じですかね。ニンニクを一かけ刻んでこれをフライパンで炒めて香り出ししていきます。鷹の爪も一つプラスすると程よい辛みっていうのがねプラスされて、これもね癖になるんですよ。オリーブオイルは最小限にしておきましょう。で塩をした鍋の中でパスタを茹でてって、パスタはできればスパゲッティーニよりも平打ちのフィットチーネとかが相性的には抜群だと思うんですけどね。ただこれも好き嫌いというか好みがあると思うんで、スパゲッティーニで合わせたいっていう方はスパゲッティーニでやっていただけたらと思います。はい。そんな感じでニンニクが焦げる前にね香りが出てきた段階で先ほど作っておいたボロネーゼのソース加えます。あとは茹で汁、小麦粉の香りと程よい塩味がプラスされたお湯を加えてバターと、バターはなるべくケチらない方がリッチな味わいになると思います。でここでも黒胡椒ちょっと振りすぎなんじゃないかっていうぐらい振っちゃう方が美味しいです。さあバターがいい感じに溶けたら茹で上がったパスタを加えて絡めていきましょうか。少し厚みがあるパスタなのでちゃんとこの液体を吸わせていくっていうのがまた味を決めるポイントですね。フライパン傾けてみて少しまだソースがシャバいなと思ったら再度加熱してパスタにしっかりと絡めていきましょう。いいんじゃないですかね。いい具合に絡まってきました。
というわけでドレッセ盛り付けに行きましょう。まず最初はパスタで、パスタがある程度盛り込めたなと思ったら具材を上に、そんな感じでいいと思います。でお好みでパルミジャーノレジャーノ好きなだけ振りかけましょう。はい。で当然ここでも黒胡椒です。いや最高だよ。言うことは何もないよ。もうね、肉、とにかく肉って感じ。いやメンズはこれみんな好きでしょ。うまっ。肩ロース使ってるからね、パサつかない。とにかく煮込んでもね、しっかりとこうジューシーな肉感を感じれるし、赤ワインのうまみ、あとちょっとセミドライローストした香ばしいトマト、それらの味っていうのが重なってね、しっかりとこう厚みがあるパスタになってますね。香味野菜ね、玉ねぎだけに絞ったっていうのがね、この肉の存在感というのを際立たせてていいっすね。うますぎんだろ肉。ボロネーゼだよね、これがボロネーゼ。ステーキ用の肉から作るね、こんな贅沢なボロネーゼないっすよね。いつでも食べれるこれ。というわけで牛ステーキ肉を使った贅沢ボロネーゼでした。男性はね、もちろん育ち盛りの子とか多分好きな味だと思うんで、ぜひトライしてみてください。それじゃあまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。